どう聞いてて。素晴らしい。ワクワクするよね。はいはい、これがこの時空間で皆さんたちは受け取ってるけど、真実だって感じれる？この角度。まだ信じたいっていう。信じたい。じゃあその信じたいっていうのは自分がいないので私たちは自分を生きてこなかったので、だって生きてたらあまり高すぎてそんな低い幸せなんか体験できないよ。だからあなたは自分軸を捨て、外を気にする生き方、外の人のことが気になる、周りが気になる、外の言われることが気になるという外ありきの他人軸で生きてくると、自分がいないので、自分がどう感じてるって言えなくて、感じたいとかそうなりたいとかが始まるんですね。どこ？真ん中ぐらい。でも当然ですよね。だってずっと私たちは自分と離れて生きてきたわけだから、そこで発想するのってやっぱり自分がいないような、自分はできないような、そっちの方が色濃かったりする。でもね、ここが大事なのよ。あなたが主人公だから、どうしたいかなのよ。どうしたい？どうなりたい？ワクワクで生きたいです。それとっても大事。あなたが主人公だから、あなたがどうしたいかを選ぶの。誰かがやってくれるわけではない。あなたが目を覚ましていきたい本当の自分をワクワクで生きたい。それをぶれないこと。そしたらワクワクを感じないところにずっといるんじゃなくて、ここに戻ることを始めて、使っていた自分の弱々しく感じるようなエネルギーをただの周波数で手放していけますよ。選んでください。選べるんだから。私たちは力が自分にある。 1000% ね。できないなんてない。できないを選んでいるだけ。その周波数を体験に選んでいるだけ。分離しなければできないなんて生まれなかったんだから。宇宙ってできないってあると思う？ないよね。今みたいにそうしたいと思う、そうだといいなっていうエネルギーが宇宙にあると思う？ないでしょ。だから不思議なんだけど、正確だと思ってたようなエネルギー、なんかこうはっきりしないような、なんか他力本願的なとか、私では無理だからみたいな、これもみんな皆さん、私たちが自分と分離して生み出した周波数を自分の性格のように使っていただけ。そんな存在なわけないじゃない。あなたはパワフルで透明でピュアでワクワクする存在そのものだよ。そこに戻っていきたいかどうかは自分で選んでください。もうそれだけは主人公なんで、あなたがどうしたいかは選んでいく。あなたの代わりに誰も生きることはできない。あなたがあなたを生きるんです。あなたが主人公だよ。どうしたいかは選んでくださいね。今日こういう聞いてるから、自分でやってたことが見えてくるからね。自分がふわっと離れていて、こう今までもう本当になんか馴染み深い、ちょっと力がないような、自分にはちょっとできないようなエネルギーを感じに自分が言ってるっていうのが見えてきたりするからね。種明かしって面白いよ。私昔ね、バシャールがコンタクトしてきて2年間チャネリングをしたりなんかしてて、で時々テレパシーでこうやって声かけられたりする時代があって、眠りが深いから現実を映し出して、やっぱりダメなんだっていう体験をしていた時、そしたらこうバシャールがこれであなたが力がない、自分はダメなんだということを証明できましたねってワクワクで言われたの。これであなたは自分が力がない、ダメなんだって証明できましたねってワクワクで言われた時に、私がもうやっぱ見えちゃったわけよ。自分がやってることがなんとエクスタシーだったの。自分が力がないなんて、そんなすっごく嫌なものだと思ってたよ。
自分が力がないなんて感じるなんてすごく嫌なもんだと思ってた私が、それがエクスタシーって見えた時の感動と驚きと感動、分かる？もうびっくりして、そしてちょっと気恥ずかしかったね。自分が好きでやっているっていうのがもう透けちゃったから。でもその時思ったの、自分で、あ、今はそういうふうに透けたけど、次からはそういう現実を作ってそっちに使うのではなくて、私はそれを手放すのを選ぼうっていうことを自分で決めた。つまりもしそういうふうに見えて、あ、こんなことやってたって種明かしが起きたところで、それを手放す意思を自分で選ばなければ、また起きてまた同じ体験をしていくでしょ。それを選ぶのは自分だよ。戻っていける今だからね。あなたという壮大な意識に、もちろん滞在期間を終えて体を脱いで拡大していくことはできる。ああ、そういうことだったんだって見えていく。でももしこの体を持ったままものすごい自由な平和な意識に戻って、本当の自分でこの惑星を、この物理次元というご飯も食べれる次元でワクワクで生きれたら最高ですよ。だからフェスティバル、ぜひこのフェスティバルにチャンネル合わせてきたあなたですから、扉を開けて進み始めてください。歩き始めてくださいね。